どうもベルです。今回は、ドゥームステイの初心者ガイドということで、ドゥームステイを始めたての方向けのこのゲームの基礎についての解説をやっていこうかなと思います。このドゥームステイ、おそらく多くの方が始めたての時、このゲームってどんなゲームなのか、ゾンビを倒すゲームなのか、RPG チックなゲームなのか、資源を集めて、建物のレベルを上げていく、街を発展させるような、ゲームなのか、それとも対人ゲームなのか、どんなジャンルのゲームなのか、はっきりわからずに、最初、進めた方も多いと思いますし、今現在も、どのような趣旨のゲームなのか、わからないけど、なんか楽しいから進めているという方、いらっしゃると思います。まず、その疑問について、お答えしていきたいと思うんですけども、このゲームは、先ほど申し上げた、ゾンビを倒すゲーム、RPG、育成ゲーム、そして対人ゲーム。すべての側面を持ち合わせているゲームです。ただ、あくまでメインは対人ゲームです。他のプレイヤーと戦うために、ゾンビを倒したり、RPG 要素を進めていったり、様々な育成要素があるんですよ。そして、この育成要素が、もうめちゃめちゃ奥が深くて、戦うのもめちゃめちゃ奥が深いかつ、スケールがめちゃめちゃでかいです。最大で1人5部隊動かすことができるんですけども、激戦地とかになると、もう500部隊とかが、このスマホの1画面に入り乱れて戦います。で、その500部隊をみんな常に動かしていて、もう1秒単位で押し引きとかがあって、もう大迫力なんですよね。で、それって普通のゲームだとなかなかできなくて、このゲームだからこそできることなんですよね。その何百人のユーザー、そして何百部隊が入り乱れる時も全体の戦略。そして各個人がどれだけ部隊を強くできているか。そして各個人の部隊の動かし方や仲間との連携。いろんな要素が組み合わさって、全体の勝敗が決まっていくので。これが、このゲームの面白さで、このゲームでしか味わえないことなんですよね。ただ、ちょっと大きな問題があって、おそらく、ほぼすべての方が、それを味わう前に、このゲームやめちゃうんですよ。で、そのやめちゃう理由っていうのが、もう難しすぎるのに、攻略情報がもう少なすぎるっていうところだったり、どうしてもこのゲーム、育成要素がめちゃめちゃ多いので、このゲームの、本当の楽しさを味わうまでに、結構な時間を要するんですよね。ただ、難しいゲームだからこそ、それを理解していく楽しみというものは、めちゃめちゃありますし、コツコツ育てていって、その結果、戦場で活躍できるようになると、もう本当に楽しいです。ただ、始めたばかりだからこそ楽しめることっていうのもたくさんありますし、遊び方によっては、強さ関係なく、楽しんでいくことができます。ただ、そもそも
このゲームを始めたての状態だと、まずそもそも何をすればいいのかわからないという方も多いと思いますので、今回の動画で、とりあえず毎日何をするべきか、どうやって強くなっていけばいいのか、そしてどのように楽しんでいくのか、そちらをお伝えしていこうと思ってますので、ぜひ、この動画が少しでも、Doomsday というゲームに、興味を持っていただくきっかけになれば嬉しいなと思います。では、前置きが長くなってしまったんですけども、これくらいに、しておいて、早速やっていこうと思うんですけども、まず、Doomsday を開いたら、こちらの、自身の、シェルターの中での画面と、シェルターの外、ワールドマップですね。こちらの2画面があると思うんですけども、シェルター、簡単に言うと、自分のお城です。この中に、様々な施設を、建設していただいて、レベルを上げていく。で、そうすると、様々な、効果を獲得していくことができたり、こちらの訓練所で、兵士を作っていくことができます。で、この兵士というのが非常に重要で、この兵士同士を戦わせたり、ワールドマップ上で資源を集めたり、ゾンビを飼っていったり、とにかく何をするのにも非常に、必要不可欠になるものです。今、こちらの訓練所の画面に1から6のローマ数字が書いてあると思うんですけども、こちらは何かというと、その兵士のレベルです。で、1が一番弱くて、6が一番強いです。で、このレベルのことを、このゲームでは、ティアという表現、表現を用います。最初は、ティア1の兵士しか解放されていないんですけども、こちらの研究所で、どんどん、研究を進めていくことで、新しいティアの兵士を解放していくことができます。また、建設の方に戻るんですけども、この建設は、とにかく、本部レベルを最優先で上げていきましょう。で、この本部レベルを上げていくことで、様々な要素を解放していくことができたり、このワールドマップ上で、動かすことのできる部隊の数が増えていったりします。なので、もういいことずくめですね。ただ、この建設や研究、訓練をしていくためには、時間が必要になってまして、何もしてない状態は非常にもったいないので、常に建設研究訓練をすべてしている状態にしていただくのが良いのかなと思います。また、こちらの建設研究訓練を、訓練に必要な時間を、加速することも、できまして、こちらの加速アイテムを使用することによって加速することができます。ただ、この加速は、最初、あまり手をつけなくて OK です。ある程度ゲームが理解できるようになってから、いろんなイベントと絡めてやっていくと美味しいので、とりあえずは貯めておいていただくのが良いのかなと思います。そして、建設研究訓練にもう一つ、必要なものとして、こちらの
食料や、木材などの、資源があると思うんですけども、こちらは、シェルターの中で、建設した、こちらの、資源生産施設でも、入手できるんですけども、メインは、こちらの、ワールドマップ上での採取です。で、こちらは、こちらに、舞台を出していただくと、資源を収集していくことが可能です。ただ、この資源を集めるには、その資源を運ぶための兵士が必要になります。なので、最初、ワールドマップ上で資源を集めるために兵士をどんどん訓練していくイメージになるのかなと思います。また、この資源タイルには、レベルがありまして、高いレベルのものほど多くの資源が眠っていますので、多くの資源を採取することができるんですけども、一回、1時間あたりに、取れる資源の量が増えるわけではなくて、部隊がどれだけ資源を持って帰れるかは、こちらにある右下ですね。今、負荷という数字が書いてあると思うんですけども、これ、この値によって、異なっていきますので、自身の負荷に、適した資源タイルのレベルを選んで、採取していただくのが良いのかなと思います。で、そして、ワールドマップ上では、資源以外にも、このように、ゾンビや、ハイブマインド、このようなものもありまして、これらは、左上にある、この今ですね、今は右上ですね。こちらにある、緑のゲージの、スタミナを、使用していただくことによって、討伐することができます。で、ゾンビを討伐すると、資源、先ほどの、検出や研究、訓練の、必要な時間をカットするのに必要な、時短アイテムなどがもらえるので、このスタミナはなるべく使い切っていきましょう。また、こちらの、ハイブマインドについては、同盟、このゲームには、同盟システムという、チームを組む、システムがありまして、そのメンバーと一緒に、攻撃することで撃破することができます。で、この同盟というのは、こちらの、右下にある同盟ボタンから、確認することができて、この同じ同盟の仲間たちと一緒に、どんどん領土を拡大していったり、敵と戦っていくイメージです。で、同盟システムについての詳細は長くなるので、別の動画で語ってまして、概要欄にリンクを貼っておりますので、そちらより気になる方はご視聴いただけると嬉しいなと思うんですけども、もうこのゲームって、ある種、同じ同盟以外の人って全員敵なんですけど、もうこの同盟の仲間は、この同盟のメンバーっていうのは、もう唯一仲間とも言える存在で、この仲間と一緒に敵と戦ったり、いろんなイベントを楽しんでいくのが、このゲームの醍醐味と言えるのかなと思います。で、先ほどちょっと画面が緑色っぽく枠があったと思うんですけども、先ほど資源を同盟メンバーの方に送っていただきまして、本当にありがとうございますというところなんですけども、
そのように、同盟メンバー間で、資源を援助し合うみたいなこともできるので、自分が困っていたら、自分が困っている場合には、その助けを要請したり。逆に、他のメンバーが困っていた時には、逆に自分が資源を送ったり。まあそういう助け合いの要素もあって、非常に重要なシステムなのかなと思います。で、そして、こちら、先ほど、採取を出すときや、ゾンビを狩りに行くときとかに、兵士以外にも、こちらのヒーローを選択する画面があると思うんですけども、このヒーローがもう非常に重要で、部隊の強さをもう何倍にも引き上げてくれるものです。通常の兵士だけだと、もう普通の攻撃しかできないんですけども、ヒーローを引率させることで、様々なバフ効果が乗っていったり、必殺技であるレイジスキルを打つことができるようになります。で、このヒーロー選択が、このゲームにおいて非常に重要で、適切なヒーローを育成して、適切なヒーローを適切な組み合わせで使っていくことが、もう非常に重要で、このヒーローの組み合わせもめちゃめちゃ奥が深くて面白いです。また、戦う時の部隊の強さというのは、率いている兵士のティアに基づいた各兵士のステータスというものが一番のベースとしてあるんですけども、この兵士のステータスをどんどん上げていくことができて、それらをどんどん上げていくのが、このゲームで最も重要な育成要素です。このステータスを上げるために、いろんな要素を進めていったり、課金税の人は課金をしていったりして、で、廃課金の人なんかは、このステータスを上げるためだけに、もう何百万、何千万と課金をする人なんかもいます。いろんなゲームあると思うんですけど、この数値を上げるためだけに、そんなにお金を使う人がいるって、すごくないですか？まあ、ただ、課金しないと、上げれないところだったりも、もちろんあるんですけど、イベント報酬が充実していたり、この根本となる新しいティアの兵士の解放などは、一切課金しなくても、最高ランクの兵士まで解放することができますし、もうそもそも何千万何億と使っている人とは戦わなきゃいいだけなので。で、このゲームは本当にコツコツやっていくスルメゲーで、毎日コツコツやっていって、こちらの、イベントがいろいろと、毎日来ますので、これらをこなしていけば着実に強くなれるので。まあ、ただ、毎日、ただ単に育成してるだけじゃつまらないじゃないですか。まあ、なので、先ほど申し上げた同盟システムで気の合う仲間がいる、同盟に加入して交流を楽しんだり、先週まではこのレベルのゾンビ倒せなかったけど、研究進めたら倒せるようになったとか、毎日目に見えるような形では出てきづらいんですけども、1週間とか1ヶ月のスパンで見ると着実にそれが実感できて、そして、それを常に試す場というのが、まずはこの通常のマップ上で、ちょっと今、イベントのサーバーにいるのであれなんですけども、こちらが今、ち
ちょっと重いんですけども、通常マップですね。こちらで、自分の同盟の、領地を拡大していったり、で、ある程度、落ち着いた後は、別のサーバーのプレイヤーと、戦うイベントが、もう、たくさんあるので、で、コツコツ育成して、その育成の成果を発揮して、敵のプレイヤーと戦っていく。そして、最終的には、このゲームでしかできないような白熱した戦いを楽しんでいける。これが、このゲームの醍醐味なのかなと思います。で、また、サブ要素みたいな感じで、Z ウイルス調査という RPG 要素や、思い出の旅という NPC と戦う要素も用意されています。なので、一番初めは、こういうサブ要素をいろいろと楽しみつつ、気の合う仲間がいる同盟を見つけていただいて、どんどん育成を進めていく。で、その育成の成果を、ゾンビを倒したり、あとは、他のプレイヤーとの PVP で試していく。で、そして最終的には、もうバンバン戦っていく。こちらが、このゲームの、一連の楽しみ方になるのかなと思います。ただ、もう本当にめちゃめちゃスルメゲーなので、もう最初はなかなか大変だと思いますし、もう攻略情報とかが本当に少なくて。一応、私が投稿させていただいている、動画の方でも、いろいろと解説させていただいてますので、参考になれば、嬉しいですというところではあるんですけども、すべての要素を、カバーできてるわけではないので、何か、このゲームを進めていく上で、疑問など、ございましたら、できる限り、お答えさせていただきますので、この動画のコメント欄などに、コメントいただければと思います。では、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。